どうなのその F1 のシートにさ、なんかわかんないけど F4 からやってんの？F1 みたいな形の車はそうですね、F4 から始めてます。それ16歳ですね。それまでカートそれまでカートでしたね。で、F4 をやって、はい、F3、F2 って上がっていくんだ。はい、でその F4 で、やっぱりその F4 になると、金額的にもかなり大きくなってしまうので、やっぱどこからのサポートは受けなくてはいけない。特にやっぱその自分の家族は全部その金銭面で補えるわけではないので、そこで日本のホンダさん、トヨタさん、日産っていうのがあるんです。僕はホンダさんを選ばせていただいて、でそこでホンダさんのジュニアプログラムに入ることになって、そこで支援サポートもしていただいて、金銭面はかなり、もうホンダさんが持っていただいて、でそこでステップアップしてって、海外に行くのももうホンダさんがサポートしてくれて、16歳からやったんだから17、18、19もほとんどトントン拍子じゃん。そう、 F4 だけに2年日本でやりました。でそこで次もう F4 を追って、で 2年目の F4 の夏休みに、ハンガロリンクってハンガリーにあるサーキットがあったんですけど、そこで本田さん的にもやっぱりその才能あるドライバーをできるだけ海外に移したいっていうのもあって、その才能あるかないかの確かめみたいなテストがあって、でそこでハンガリー行って、そこで初めて F3 に乗ったんですね。でそこでレッドブルの海外のレッドブルジュニアドライバーもレッドブルがサポート支援してる、それこそいわゆる本当に F1 候補生みたいないて、僕は正直日本から来てて全く海外のサーキットが知らずに、どのぐらい僕が海外の通するか分からない状態で、しかも初めての F3 だったので、かなり初めて尽くしだったんですけど、そこでいい結果を出すことができて、でそこでレッドブルの、ボスの方にもちょっと目に入って、でそこでこの子誰みたいな、ホンダさんに、レッドブルが聞いたらしく、でそこで、僕の名前を言っていただいて、そこで、レッドブルとホンダさんのパートナーシップがあって、僕どっちからもサポートを受けるようになって F3 に次海外に行くことになったんです。よかったね。はい、でそこでハンガロリングってさ、結構なんかテクニカルではですね、トリッキーなサーキットだった気がするんだけど、本当にクネクネしますね。だよね。カートコースみたいな、それでいうと本当にバックグラウンドに見る本当にこんな感じですね。ちょっと大きく幅広くしたぐらいで、なんかゲームとかでハンガロリング大変だなって思って、なんかめっちゃ使いますよそこね。だよね。でそこでテストが悪かったら、僕今多分 F1 走ってないんで、そこのテストは本当に良かったなと思いましたね。F2 で最後はどんな感じだったの、成績は？ F2 は年間3番手で終えて、そこで、3番手で終えて、で F1 の次の年やらせていただいたって感じですね。なんかそういうよね、今なんか F2 でダラダラしてたらもう F1 いけないんだよねみたいな。そうですね、結局インパクトもかなり重要なので、でそれが一年一年やっぱその若さっていうのも見られますし、これから上がっていくにつれてシビアだよね。タイミングもありますね。やっぱり世界で20のドライバーしかいないので、20シートしかないので、20人しか乗れないので、それでもちろんそのハミルトンとか、そのトップドライバーっていうのはかなりもともと昔からいたドライバーもかなり認められているので、F1 の世界では、なので大体17人は18人は大体決まってますよね、だからその2シート開くか開かないか、なんなら1シート開くか開かないかですよね。で、年によっては開かない時もあったし、ということで今年は去年と全く変わらないドライバーたちだったので、結局シート開かなかったですね。だからそのぐらいのタイミングも重要かなという。これやめるってか、こいつクビにしようみたいなのってどうやって決められるの？いや、一番はチームメイトと比べられますよね。比較されますよね。まずね、チームメイトと比較されて、どれくらいチームメイトの差があるかとか、去年どうだったんだ？去年とか昨シーズン？去年は、チームメイトが基本的には上にいたんで、結構レアなシーズンで 3チームメイトが変わったんですね。2人ぐらい変わって、最初はニック・デベリースっていうオランダ人の方で、その後リアム・ローソンっていう、でその後ダニエル・リカルドっていう、その3チームメイト、本当はもうチームメイトはそんな変わることないんですけど、もちろんチームで、なんでそんな変わっちゃった
僕ら教わったんで、ずっと、任しててかなり下がったんで、そこでパッて変えて、そうやっぱリザルトっていうのは結果はお金にも強い強するので、やっぱりそのチームにとってもやっぱりなかなか、早期な判断、特にレッドブルはかなりシビアなんですね。その中でも、F1 チームの中でもフェラーリもちろんジュニアプログラムありますし、マクラーレンもそうですけど、でもレッドブルは昔から本当にシビアでもさ、レッドブルってさ、すごい F1 の中では、俺の中では割とまだ新しい方なんだよね。そうですね。なんか突然強くなったよねみたいなイメージがあるんだけど、あれ何なのあれは。もちろんその金銭面の政治の部分でもかなり強い、だってほらなんかさ、マクラーレン言うてもさ、マクラーレンとかフェラーリとかってさ、すごい要は名門じゃない、F1 の中ではね。でもやっぱりそのスタッフの取り合いはかなり F1 ではありますね。その人材のやっぱり人材っていうのはかなり重要なんで、物があってもその結局は博士みたいな人がいっぱい働いてるわけで、そのどれだけいい人材を取れるか、他のチームから。F1 チームやりたいわでその中でも今はバジェットキャップってあるので、その先ほど言ったように他のチームから人材を取るにもお金バンバン使って、トップチームだけいっぱいいい人集めるっていうことはできない状態にはなってますね。そうだよね、お金がね。いやだけど本当に取り合いで、ですよ、意外僕のドライバーだけじゃなくて、本当にチームエンジニアとか、そういった空力の専門の人を取り合いですね、チームの。そこは見てて面白い部分はあります。その自動車メーカーとつながってる方がいいとか、そういうのはあるの？その一般市販車メーカー、例えばホンダみたいな会社とかと。それはありますね。やっぱりそのホンダエンジンは今世界一ですし、それこそもう過去2年間ずっと一番取ってるエンジンなので、いい状態、いいエンジンをどれだけ使うか、他のチームが使うかっていうのはかなり重要ですね。あれ今エンジンのレギュレーションってどれぐらい厳しいんだっけ？どうなんですかね。今はでも開発できないですね。基本的には2026年、2026年かなりレギュレーション変わるんですよ、エンジンの。それも今までは、25% が電気だったかな、今正直そこまでテクニカルの部分正直分かってないんですけど、それが 50% ぐらい電気になって 75% か 50% ぐらい電気になってエンジンがなるほどなるほど。要はだからその走ってる時の比率がそうですね、より EV 化するというか、あとバイオ燃料に変わって。なるほどなるほど。今だってさ、あれなんでしょう、だからエネルギーKERS回生ブレーキシステムとかすごいもんね。かなりすごいですね。あれでかなり、要はブレーキもだったあれに結構エネルギー入れてるもんね。だからもうそのレース走ってる時ももちろんオーバーテイクする時も電気のサポートが重要なんで、ただ電気を使いすぎるともちろん電気チャージしなくちゃいけないので、その調整は自分でやったりしてますね。だからそうなんだ。後ろで例えば走ってて、じゃあ次の週オーバーテイクするぞって決めた時に、電気が足りない、電気のパワーを出さないと抜けないので、ちょっとチャージして改めて、で次の週になった時に電気を吐き出して抜くみたいな、そういった結構電気のマネジメントもかなり重要です今。今そんな感じなんだ。だ結構もうステアリング操作で、ステアリングにいっぱいボタンがあるんですけど、そこで電気のどれぐらい今排出するか、今後ろに誰もいないからちょっと今チャージするかとか、自分で操作してますね。誰もいない時に発電機回すわけだ。だったり、もちろん誰もいなくて一人走ってる時っていうのは、基本的には、電気が一定量減らない状態で走れる。だいたい加速する時ってだいたい電気のパワーをもらって、加速するんですけど、それがちゃんと電気減らない状態で毎週走れるようになってるんですけど、もちろんそういう前に車がいる状態だと、電気どんどん使うじゃないですか、オーバーテイクするときに。でその時に少し今までより使って電気を排出するんですけど、それはバトルによって違いますね。あれガーッと加速する時って、あれエンジンとモーターの比率みたいなのがあるわけ？どうなんですかね。
そこは分からないですよく分かってねえのかここは分かんないですね。まあもちろん加速するときは電気を使った方が加速がかなり速いので、うん、でブレーキしたときにその加速したときに電気使った分をチャージして、うん、またアクセル踏んだときにまた排出するみたいな、その繰り返しですね。はい。ガソリンはいつ使ってるわけ？いつそれは常に発電してるのか？ガソリンはストレートの時とか直線の時に、使ってると思います。はい。なるほど。で100リッターです今。110と100リッターぐらいですね。あれチャージしてんだっけ途中で？ガスもチャージするんだっけ？ガスはいやしないです。今しないのか。はい。今だからあれもさレギュレーションゴンゴン変わるからさ。そうですね。でも今の F1 のエンジンは一番世界で今一番効率性のいいエンジンですね。他のどのエンジンに比べても。はい、だからその100リッターで、360キロずっと60周回るエンジンなんかないじゃないですか。360キロずっと走ってたらそれこそ、ブガッティとかいう車ありますけど、ただ燃料って大体すぐなくなるじゃないですか。っていうのを、2時間とかずっと走り続けられないじゃないですか。すごいよね。はい、それを、本当に100リッターだけで2時間ずっと走れちゃうっていう。100リッターと、最初にバッテリーもチャージしてんだよね。チャージは。そうですね。チャージそのものはしてんだよね。はい。じゃあもうタイヤだけだ変えるのは。はい、タイヤだけです本当に。あとなんであんなピットかっこよくなってんの？ピットの中が、かっこいい時代しか知らないかもしれないけど、なんか昔町工場みたいな感じだったよ。あ、そうなんですか？そうだよ。全然知らない。町工場でその辺になんか道具とかが散乱してるぐらいな、もうほんとガレージだったよ最初。本当のだから町工場のガレージみたいな。精密さもどんどん増してもう今だってめちゃくちゃかっこいいじゃん。綺麗ですよね本当に。綺麗だしめっちゃ整理整頓されてるし、はい、なんか近未来のなんか撮影セットに来たみたいな。はい、なんだ去年マクラーレン車に電子パネルありましたもん。広告用スポンサーの用にこのヘッドレストっていうんですけど、乗ってるところの両側によく東京とかで見る電子パネルあるじゃないですか。電子広告がついてるってこと？電子広告動いてもありました。そうなんだ。はい、すげえな。はい、すげえな。なるほど。そうか、そういうことになってんのか。じゃあ2026年がまたでもどうなの？そのドライバー争い的に言うとさ、そのアルファタウリではさ、エースなんだろうけどさ、なんかもっと速いチームに行ったりとかっていうのはないんですか？チーム名は今、ややこしいんですけど、ビザキャッシュアップ RB です。あ、そっか。はい。今違うのか。ビザとキャッシュアップが、スポンサー、チーム。ごめんね、ちょっと間違えちゃって。いや、全然大丈夫です。僕もたまになんならアルファタウリって言いやすいんでアルファタウリ言っちゃうんですけど、正直。アルファタウリではないんだ今。今アルファタウリではないです。はい。名前はビザキャッシュアップ RB。ビザとキャッシュアップがスポンサーしてるっていう、イメージですね。RB っていうのはそのチーム名、チームの本拠のチーム名ですね。はい。だからそのスポンサーのタイトルスポンサーがなかったら RB チームですよね。ああ、なるほど。はい。だからスポンサーのそのタイトルスポンサーにそのビザとキャッシュアップがしてるからビザキャッシュアップ RB。なるほどなるほど。はい、でもどうなのこれレッドブルとの関係はどんな感じなの？もちろんその他のチームよりはレッドブルと姉妹チームですけど、やっぱりそのレギュレーションで共有できる範囲ってかなり決まっているので、それこそもちろんマクラーレンとかそういったフェラーリとか一つのチームには結構アンフェアになってしまうので、共有できる範囲はかなり限られてて、正直車自体もかなり違います。本当にレッドブルの車と僕らの車はかなり違ってるんですけど、ただスポンサーのレッドブル自体は同じなので、例えばマーケティングの仕事だったり、は一緒にやったりしてますね。はい。ただあとレッドブルの、ドライバーになりやすいのは大体その僕らのチーム姉妹チームの取ったりっていうのが例年通りですね。はい。何年目なの？3年目か。今年4年目です。4年目か。はい。4年って結構どうなの？いや短くも長くもありというか、まだ中堅って言ってもいいわけ？そうですね。僕もまだ23なんで、今F1 のドライバー平均って何歳ぐらいなの？僕が2番目に若いんですよね。あ、まだ若手なんだ。その年齢で言うと。本当に去年一昨年に、入ってきたドライバーが、もう一個の1個下なんですけど、そのドライバー今年2年目なんですけど、
それが 1個下なんですよね。でそれ本当にだから去年まで僕最年少です。ずっとめっちゃ若いじゃん、はい、いいじゃん。でまあ大体21個、まあ、24人いてもう1個上が1人いて、で2つ3つ上がまあそこら辺にちょっと 3,4 人ぐらいいて、でまあアロンソは40歳ちょっとレベルが違うんですけど、アロンソってもう40歳なの、はい、でハミルトンも36とかですよ確か。ハミルトンもう36なの、はい、そうか、アロンソって40歳か、はい、なるほどね。ハミルトンって俺もうルーキーのイメージしかないんだけどもう36歳か。マクラーレンの時の、そうマクラーレンの時の、昔のね、うん、で25からちょっと30の間にまあ結構ドライバー集まってますね、そこら辺に。なるほどね。じゃあでもさ、キャリア的に言うとさ、もう中堅に入ろうとしてるぐらいのキャリアなんじゃない？ F1 の4年目ってどうなの？まだまだですね。まだまだ、はい、あ、そう。どうなの？ F1 ドライバーってさ、 F1 にずっといると、だってさ F4 は2年 F31 年、F1、F2 も1年じゃない？なんかそこピピピピピって行って F1 に行くわけじゃない。で F1 に行った時って F1 って中でやっぱすごい成長するわけ。そういうこと？まあ成長はしたと自思います。分速くなったと思う？あ、全然それありますありますあります。それはやっぱ周りが強いからとかそういう話？なんですか、まあ、F1 って本当にそれこそ馬力のかなり車がかなり軽くて、軽くてさらにその馬力がもう1000馬力以上ある、でさらにタイヤもかなり強い、はい、最近知っただから結構自信持っているようになったんですけどだからその、その分やっぱ速いんですけど、ただコントロール失った時の反応がすごい、やっぱどうしてもそのどれだけ自信持ってコーナーに突っ込めるかっていうのは重要なんですよ。どれだけ車自体を支配下に置くかコントロールできるかっていうのは、速さにつながっていくので、そこは少し時間かかりますよね。はい、そこの部分では、今の自分の4年目が他の過去3年に比べて一番自信持ってコーナーに突っ込んできますし、そういうのはかなりありますね。あとやっぱスイッチ操作が、かなりあるんで、それディフとかディフっていう、後ろのタイヤの回転数を調整するやつがあって、それをコーナーに入っていくときに、調整すると、曲がりやすくなったり、簡単に言うと、ディファレンシャルの操作をするわけ？ディファレンシャルの操作があります。それが、低速、中速、高速って分かれて、ちゃんと3つの部分で分かれてたり、もちろんエンジンブレーキを変えることがあったり、ブレーキバランスっていう、ブレーキしたときに、そのフロントブレーキ、リアブレーキの割合を変えたりして、そのいろんなたくさん結構種類があるので、それ多分ね、そうだよね、回生ブレーキシステムとかがあるからだよね、多分。じゃあボタンがめっちゃあるんだ。はい、ボタンをいかに使いこなすのも重要ですね。はい、その辺は自動化は逆にしない方向なのね。ドライバーに任せる感じなの？やっぱり自動化はそうですね、しない。やっぱそこはドライバーの好みにもよるので、コンピューターがやっぱりどうしても調整しようとすると、やっぱドライバーの好みにやっぱりコンピューターわからないじゃないですか。コンピューターが最適化する状態っていうのは例えばじゃあシフトアップ、シフトダウンとかそういうのは？ドライバーです全部。はい。多分そっちの方が早いです。なんならまだコンピューターよりも。好みによるシフトダウンが特に、コーナーに入っていった時シフトダウンって特に3速2速っていうか4速3速に小さいギアに落としていくほどやっぱエンジンブレーキっていうのがかかりやすくなる、車の挙動も変わりやすくなるんで、それはやっぱ自分のコーナーに速度入っていった時の車の挙動によって、シフトダウンを遅らせたり早めにさせたりとか、そういうのをやっぱり自分で感じ取ってやらないと早いかもしれないですね。コンピューターはそこはちょっとまだまだと。はい。でその辺で F1 やっぱり3年、今4年目だけど、それですごいやっぱり成長していくっていうのはみんなそうなわけですね、結局。そうですね、はい。ってことは俺が聞きたいのは伸びしろはあるってことだね。もう全然あります。はい。すごいじゃん。1年目よりかなり4年僕の今の方がかなり完成されていると思いますし。すごい。はい。そのドライビングの面ではそこまで大きくは変わらないと思うんですけど、やっぱりどれだけ車のことを理解してコントロールかわけ、やっぱあんだけ馬力が高いと F1 が僕をコントロールしてる感があるんですよ、1年目だと。正直どこで
後ろがスライディングしたりとか、分かりにくいんですよ。それをいかに車と調和するかが重要かなっていうのはあります。なるほどね、まあでも伸びしろがあるってのはいいことだね。伸びしろだらけですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。なんかこう課題、自分が抱えてる課題感とかって別にその技術的な面とかだけじゃなくて、スポンサーとかいろいろなんか日本での知名度とかわかんないけど、例えばロンドンとかいたらめっちゃ声かけられるのに日本にいたらそうでもないよねみたいな話あるじゃん。あとなんか若いファンの人たちはあんまりいないよねみたいな、そういうところ課題感だったりとかしないですか？いや、やっぱそこは課題ですね。正直心のどっかでは結構僕は結構好きなんですけど、日本に帰った時に落ち着くのは、やっぱ日本が一番僕のホームなんで、そこでそんなにいつも以上のいつも感じないストレスを感じないというのは僕は正直好きなんですけど、ただ日本自体、僕ある意味他の面ではやっぱ日本のモータースポーツの注目度も上げてほしいですよね。やっぱりそこは一番。だってさ、世界に20人しかいないわけでしょ。すごくない？もうそこはどうなの？大谷翔平と比べてみて自分を。やっぱりスポーツが違いますから分からないですけど、なんか比べるべきではないっていうふうに言う人たちもいるのかもしれないけど、やっぱでも僕的にはそのね、モータースポーツの世界では世界一じゃないですか F1 って。そういう意味で言うともっと注目されてもいいとは思うんですよね。今本当に世界って言っちゃうんですけど、世界では本当に今トップ3のスポーツに入ってるんで、でもさ、ある意味俺責任重大だと思うんだよね。いや、そうですね、やっぱり。俺だってその俺らの時代、僕がだからあなたと同じぐらいの年だった時代って F1 めっちゃ盛り上がってたもん、日本で。いや、そうですよね。なんか異常に盛り上がってた。なんか謎にっつったらあれだけど、すっごい盛り上がってたよ。それこそ石橋さんのテレビかなんかにアイルトン・セナとか出てたりしてましたもんね。トンネルズのアイルトン・セナめっちゃ人気だったのよ。だからなんかすごいメジャーだったんだけど、今みんな知らないもんね。マックス・フェルツタッペンも知られてないよ、正直。あの頃のアイルトン・セナに比べたら100分の1の知名度だよ。100分の1もねえかもしれないっていうぐらいだから、それはなんか逆に言うと俺すごい伸びしろあると思うんだよね。そうですね。だからなんかそれに向けて何かやらなきゃいけないこと多分僕はあると思うんですけど、この間ね、お台場っていうか有明かあれの方でフォーミュラ E 初めて、開催されましたけど、 F1 はいや東京やってほしいですよね。東京だよね、やっぱりね。フォーミュラ E もなんか思ったより盛り上がってなくてじゃあ日本でモータースポーツが盛り上がらないかっていうと、全然僕はそんなことないと思ってて、盛り上がってた時代があるからね、実際に。僕はそれ見てたし、だから全然盛り上がってくれる要素はあると思うんですけど、ぶっちゃけ例えばブレイキングダウンとか今 YouTube で人気なんだけど、ブレイキングダウンに比べてかかってる金全然違うから F1。確かに。だからなんか逆に言うとブレイキングダウンの選手より有名じゃないよ君は。それは良くないよ。こんだけ給料もらっててね、やってんのに。だから俺やり方あると思うんで、やっぱ少なくとも日本でグランプリある時はもうちょっとね、いろんなところで露出してほしいな。僕も言いますよ、その東京で F1 開催しましょうっつって。東京オリンピックもいいですけど F1 も世界的イベントだし今すごいんでって言えば、僕最近国会議員の人たちとすごい会ってるんですよ。これロビー活動って言って、その日本政府としてこういうことをやるべきですよっていうのを言うっていう仕事をしてるんですけど、仕事っていうかで言うと聞いてくれるんですよ。国会議員の人ってなんかそういうの聞いてくれないんじゃないのってみんな思ってるんだけど、意外と聞いてくれるんで、今度言いに行きましょう。一応一応先輩の山本左近さんっていう人が議員になったんで、彼も使って、彼は自民党なんで、しかもなんか政務官とかっていうかね、結構偉いんですよ山本左近さん。それも頑張りましょう。ちょっとやるべきことを全部考えてやっていかないといつまでたってもこのままなんで、僕はちょっとね、モータースポーツファンとしては
F1 をもっと盛り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。また一緒に何かやりましょう。はい、頑張りましょう。はい、ということで、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながる堀江の Wi-Fi。タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながる堀江の Wi-Fi。堀江の Wi-Fi でいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。